おはようございおます。はようございます。今日はいつもと違う場所ですね。そうだね。和也さんのね、知人の紹介でそうですね。合板とかを見に来たんですけど、そうだね。ちょっと足場をですね、借りれることになりまして。なんかそこの中に足場が見えたもんでね。で聞いてみたら貸してくれるっていう話だったんで、ただまあ床柱が立てかけられてるようなんで、とりあえず床柱をこう避けて、でそれで足場の量とか何があるか、全体像を把握してね、でやってみてからっていう感じかな。はいっていうので、ちょっとまずはジムニーを移動からですね。ジムに移動してっていう感じだね。ジムに移動して様子を見るところから始めていこうと思います。はい。では本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。直樹さん、それ今外に出す？とりあえず動くかどうか確認。はい。ということで倉庫の中なんですけれども、はい。この足場ですね。足場。立派な足場セット。立派な足場セットが、なんとここに大量にあります。そうですね。はしご部分は上にあるっていう。はしごここの上にある。上にありますね。でこれを貸していただけることになったんですけれども、それを取るにあたってここの大量の床柱たちですね。これがちょっとお互いね、このままだと困るなっていうことで、ね、大変だと思う。倉庫の中整理しながら足場も取りやすくて、これもちゃんとね後で取り出しやすいようにと、物が見えるように。これだと全然何が何だかよくわからん状態で、わかんないっていうのでね、まずは通り道、ここら辺とかも歩けない状態なので、まずは通路を確保する作業をやっていこうと思います。はい。ここの倉庫の元々の持ち主のお父さんが大工さんだったらしいので、大工道具がいっぱいある、うちらには夢のような倉庫です。柱材とかね、長物がバーって揃ってるし、大工さんが使うような機械とかもねいっぱいあるんで、なんて有名な。じゃあやっていきますか。なんか時代感じて可愛い。そう。古民家に合いそうだよね。いや、街にいっぱいあるからそっちに持ってる。大丈夫です。最低限の動かす量で。なかなかだな。大丈夫？どれからいきますか？この状態だと厳しいね。この細いやつがこっちに入れた方がいいの。モニター形だったら入ってた方がいいんじゃない？そうね。上もいっぱい資材があります。そこ自体も高い。天井ね、高い。私のターンが来ない。なおさんのターンはほぼないです。2人で言うほらって音を持つときじゃないと。なおさんはほぼターンはない。じゃあちょっとこっち受けとく。バラバラってなるのかな。難しいぞこれ。そのタンスの前じゃない。2人でまだまだ。そうな感じ。この足場のガタガタしてるよ。お前の。足元のね。あとこいつが軽い。それ天井材ね。一応ここに天井材のやつが置いてあったから、それに合わせて重ねとこうって。天井材がいっぱいです。
直樹さんが大物やってる裏で、私はせこせこと通路を開通してたんですけど、履こうとしたら直樹さんに止められて、マスクをつけた直樹さんにチェンジしました。ちょっとマスクがね、直樹さんの使用済みしかなかったから、この倉庫奥の方もものすごい奥行きがあります。本当は初めに見に来たのはここら辺の後半だったんですけどね。で、足場を発見してね、足場を貸してもらえないかっていう交渉を私がしだしてありがたいことに貸していただけるという。古民家にあったキャリーカーですね、こちらの方を改造して、この上に柱材を乗っけて移動したいと思います。キャリーを改造している間、なおさんは力仕事で合板を一枚一枚運んでたね。そうですね。ちょっとここにあると通路的に邪魔だったので、結構しかもなんか重そうだね、その合板。あと右手が握力がないから致命的。わかんない。何の作業で使い果たして気づいたらこっちの握力はほぼない。皆無になっていたわけですね。その持ち方こうじゃない。左右均等じゃない。縦の持ち方はもう無理だ。持てない。握力的に。でもここに重なってたやつもなくなったから動きやすいし見やすくなった。はい、ここが通路にしたいところなんですけど、通路を若干塞いでるので今ジャッキアップして動くかどうか試してみたいと思います。はい、これでとりあえずここにですね、歩きやすい通路ができました。通路ができて、通路から見たこっちの奥もあっちに立てかけてある床柱がですね、入れるスペースが確保できましたね。袋から出した方がいいか出さない方がいいと思うよ。じゃあこれ手前から1個目はい。はい。で、なおさんがそういう感じ。移動した床柱は全部ここにですね、上へ積み上げていく形になります。はい、じゃあキャリーでどんどん運べますか。はい、これで7本ですね。床柱が移動できました。はい、今運んだ床柱。見た目はいい感じに見えるよね。見た目はね、似たような感じに見えたりするんですけど、重さが段違いで違うんですよね。そうだね。で、こういう風にね、黒い線が入ってて、そうだね。で、これが塗りかなって思いつつ、よいしょ。小口を見ると、小口にもこの線と同じように黒が入ってんで、他のやつはね、なんか貼ってるもんね、こう。塗ってんだよ。こっちは塗ってる。こっちはなんか貼ってる。そうだね。表面にね、貼ってたり塗ってたりっていうやつなんですけど、これは本物の高いやつじゃないかっていう。だからちょっと1本だけ受けておいてね。そっち側に置いてる。じゃあ運び続けますか。そうだね。せーの。今この機械を
ジャッキアップしてこっちのシャッター横に移動できれば楽なんじゃないかっていう話をして移動の準備中ですね。動いてくれるといいね。ぜひとも切に。そしたらね、まっすぐに差し込めるからね、だいぶ違ってくるんですけど。はい、なんとかかんとか移動ができましたね。これでだいぶ違うんじゃない？だいぶ楽。ね。入れやすくなった。だいぶ直樹さんが楽だよね、これだとね。車のテーブル。オライオライ。オライオライ。やっぱだいぶさっきよりは、さっきまでよりはやりやすい。だいぶ変化ね、でもなんか。だいぶすっきりしてきすっきりした感じがする。た。整理されてきちゃって。そこ全体が。なんか機械も並び始めたし。なんかこれだったらね、これ欲しいっていう人が来てもさ、ユニックとかするのとかでね、持ってきやすそうだよね。シャッターのまんまや。楽ちん。楽ちんの基準がおかしいかもしれない。幸せの基準が下がってるけど。赤くなる2人とはいます。二人の方が怖い。そう。あ、いいよな。ギリ割れてない。うん？かもしれない。わからんって感じ。取っといたもん。割れてはいないんじゃないですか？うん。なんかもともと。ただちょっと隙間から草が侵入してるけどね。本当だ。つるが。つるが出てきてる。これが一番ガラスに近かったやつね。そう。危なかった。危ない状態だったや無事取れる。地主さんもつ。うん。喜ぶでしょう。すんなり歩ける場所がそんなに奥まで、そこに通路ができたね。歩けるようになってる。これでやっと本来の作業に入る。そうだね。床柱にかかってる木材をどけるっていう作業だったもんね、今までね。どうでしょうね。後で初めの映像と見比べてみたら面白いかもしれません。とりあえずここの窓は見えてなかったから、やりますか。そこら辺の違いは結構あるはず。ここにあったほぞ取りのでかいやつもね、こっちに移動してるしね。丸太はね。そうだね。ちゃんと世話にしてある。丸太だね。丸太シリーズ。真ん中に置くしかない。両サイドの角だよ。ああ、確かそう。まだ丸太シリーズある。まだまだ。まだまだある。これ一角にする。
今は途中経過ですね。朝はここにあったこの水掘り機、シャッター前に移動して、でここが歩けるようになったので、直樹さんがこの床柱の手前に山のように積んであったのを全部こっちの方に入れてくれました。でそうすることによってここに通路と光が生まれたと。明るくなりましたね。でこれからこの床柱をまた積んでいきたいと思います。でここしてない正面だ。何が？もうすでに高さ。あ、高さがまだいけるけど。でもだいぶ綺麗に積み上がってきましたね。だいぶ本数は減ってきたけどね。一体あと何本あんのかちょっとわかんないね。あそこにはもう上がんないので、次の立てかけ作戦が開始してますね。引っかかってるわけではなさそう。危ない危ない。めちゃくちゃ重いですけどね。あのね、持ち上げるってくる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 。いや、これ縦にならないけど。手伝いがなかった。なんかそのまま回してて。回していくのがいい。やべえ。おお、すごい。ようやくこれで足場の全貌が見え始めてきましたね。一番手前の列しか見えてなかったですけど、今見るとここの角っこですねが全面足場っぽいです。
これもまたあれなんだ、三角形のセットなんじゃん。あっちが床柱。まだ床柱。でもあと3本だよね。いや、まだある。あ、そうなの？なんかバランス悪くない？中心に置いた方がいい。だいぶ今日でどうにかなってきてるとは思うよ。はい、ついに全貌が見えましたね。はこれが一般の人が言う何セットに当たるのかちょっとわかりませんけど、い。そうだね。相当な量です。相当な量あるよね。うん。さすが片枠大工さんだったよ。うん。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。なんとか足場が見える形になりましたね。ああ、なったね。まあ次回来てうん、詰めるんじゃないかなって感じはするけどね。そうだね。ユニックちょっと準備してね。そうだね、借りてね。うん、ああ。やれで、ば足場を積んで古民家の方に持っていけるんじゃないかなと思います。そうだね。で、離れの方もうん、それで足場そうだね。組んで、外壁ができると。長いね。でも今日ここ1日で終わると思ってなかったから、あ、そうん、う。おう、それは順調だったね。だいぶ早いと思います。うん。はい、というわけで今日の作業はこれでおしまいになります。はい。じゃあ本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバイ。